セル君です。今回はドラママンダロリアンから主人公のマンドーが乗るスターシップの方ですね、 N1 スターファイターの方のフィギュアを手に入れましたのでご紹介させていただきます。まずはボックスの方なんですが、スターファイターの写真とマンドーとグローグも出てますね。こちらマンダロリアンのフィギュアがついてるよということで載っています。それから付属品の写真ですね。これが表紙の方になってまして、裏を返すとですね、一見同じような写真に見えるんですが、実はマンダロリアンの向きがちょっと変わっていたりします。あとは一緒ですかね。箱の横の方は、こんな感じでスターファイターとマンダロリアンとグローブですね。ちゃんとスターファイターの操縦席に乗れるような写真と、あとメンテナンスのハッチの方が開閉できるような写真が出てますね。では早速開封の方をしていきたいと思います。それではオープン。はい、オープンです。箱自体が結構大きいんですが、結構機体の方も大きそうですね。こちらは台座の方ですね。こちらマンダロリアンのロゴ付きの台座の方ですね。これからこちらがマンダロリアンのフィギュアの方ですね。これ単体で売ってる商品だと思うんですが、こういったものが付属されています。グローブの方はついてないみたいですね。こちら台座の支柱みたいですね。こんな感じでつくのかな。本体の方はこんな感じですね。思ったよりはそこそこ大きさがある感じですね。一部塗装がしてあって、こっちの方は、成型色のままですかね。それから両端のエンジン部分ですね。ちゃんと中身が再現されてるみたいですね。あとは、線尾の方ですね。細かい部品はこんな感じで紙に入ってます。後ろのキャノピーの方ですね。メンテナンスハッチの一部ですね。こちらエンジンのお尻の方の部品ですね。さすがに針のようにとんがってるってわけにはいかなかったみたいですね。このグローブが乗るところの部品かな。2種類あるみたいですね。単体で太きの、台座ですかね。小型の台座みたいなもんですかね。こちらがこのエンジン部分ですかね。それから最後にやっと出てきましたグローブ。一応同梱されてるのはこんな感じですね。思ったよりも部品分けが細かいみたいですね。少し組み立てが必要なので組み立てをしていきたいと思います。では開封は以上です。それではまずマンダロリアンのフィギュアの方を開封していきたいと思います。こちらフィギュアの方、マンダロリアンの N1 スターファイターって歌ってありますんで、今回のスターファイター用に作られたフィギュアということなんですかね。こちらマンドのフィギュアの方、結構小さいサイズで、だいたい近年このぐらいの大きさのものが主流になってると思うんですが、大きさ的には10センチ程度で、昨今のフィギュアと比べると結構小さいかなっていう感じですね。逆に可愛いっていうイメージのフィギュアになりますね。結構小さいながらも関節が動くようになっていて、肩とかですね、あと肘関係、手首も回すことができます。頭部の方は上下動ですね。それからちゃんと左右の方も向くことができます。胴体の方は若干前後動がするという程度ですかね。あまり派手には曲がらないみたいですね。それからひねりができて、
左右にも若干動かすことができるかな。それから足の方は結構こう軟質の樹脂みたいなものでできていて、意外と柔らかめに作ってあるんですが、操縦席に座らせる関係上、股関節の方は前方向によく動くようになったみたいですね。開脚の方の範囲は結構広めですね。この足の付け根でひねりができるようになってますね。あと膝の方は可動範囲はそれほど広くありませんが、ちゃんと曲がるようになっています。あと足首ですね。前後動ですね。残念ながら左右へのひねりはできないので、接地性の方はちょっと良くないんですけど、このスケールですからね、あまり接地性とか言ってもしょうがないのかもしれません。それから後ろの方ですね、ジェットパックを刺す穴がありますので、こんな形でジェットパックも装着することができます。相変わらずこのマントの方が少しジェットパックをつけた時には邪魔なんですが、こんな感じですね。小さいながらもよく動くという感じのフィギュアになってます。それから付属品の方ですね、ベスカー製の槍がついているのと、こちらの銃の方ですね。手に持てるのと、ちゃんと銃の方はホルスターにさせるようになってますね。それからこちらナイフの方ですね。これもかなりちっちゃいんですが付属しています。これはさすがに足に刺すことはできそうにないですね。それからこちらのダークセーバーの方ですね。ダークセーバーが1本付属されています。これもマンドの手に持たせることが可能になってますね。あとはグローブの方は、特に可動の方はせずにですね、ちゃんとこの操縦桿の先っぽを持ってるんですけど、固定のフィギュアになっています。一応足の裏ちゃんと作ってあるんですけどね、この穴は固定用のピン穴ですね。ちゃんと色分けもしてあるし、顔も結構細かく作ってありますね。小さいながらもなかなかよくできたグローブですね。こんな形でマンドと合わせたような大きさになっています。ではフィギュアの方はこれぐらいにして、スターファイターの方を見てみましょうか。こちらスターファイターの方は若干の組み立てが必要になってきます。まず両端のエンジンの方ですね。こちらの方本体の方に取り付けていくんですが、意外とですね、このエンジンの後部ですね、青いパーツが入っていたりして、結構細かいパーツ分けがされています。またちゃんとエンジンの中が再現されていて、結構立体感があります。ただしどうしてもネジ穴とかは出てきちゃうんですけどね、この部分にはこちらのパーツがはまってきます。着陸脚というわけではなく、レザー砲なんですかね。こういったパーツがここにはまるようになってます。劇中ではもう少しシルバーっぽいような色だったような気がしますが、結構そうですね、国鉄色っぽいようなかなり暗めな色になってますね。それから反対側もつけて、ちなみにこのフィギュアは電飾等は一切されていません。こういったところが光れば結構かっこよかったんですけどね。これだけの大きさがあるんだったら転職してもいいかなっていう気がしますが、あまり贅沢は言えないと。翼の方はこんな形で、はめるようになってます。少し押し込むようなイメージですかね。それからこのエンジンの後ろにですね、こちらのパーツですね、こちらのパーツをはめていきます。
ちゃんとね上の方にへこみがあってこっちの方に合わせるような形になってるんですけどね。よいしょ。はい、これでエンジンの両端が設置終わりました。このパーツが実は入ってたんですが、このパーツをドラマ見た人が覚えているでしょうかね。ジャワから買ったパーツですよね。何のパーツかよく分かんなかったですけど、なんか組み立てる最中にジャワが来てこのパーツを買ってましたよね。こちらの部品をですね、先にこの本体の方に差し込んでおきます。外からちょっと差し込んだ部品が見えるようにはなってますね。それからこちらの線尾の方を設置します。よいしょ。これで線尾の方が完成ですね。それから胴体の方にこちらのパーツをつけます。こんな感じですかね。それからグローブを乗せるための台座というのがこちらにあって、こちらの操作パネル的なものを前に持ってきて、この部分を刺した上でグローブをはめると、こんな感じでグローブを乗せることが可能になってます。でこちらのキャノピーの方をかぶせると。あとエンジンカバーについてなんですが、こちらの部品が一つ付属していて、ちょうどエンジンのこの露出している部分ですね、どっちサイドでもいいからつけろっていうふうにマニュアルにはなってるんですが、こちらのエンジンカバーは劇中では左側についてますので、基本的には左側につけとけばいいと思います。こちらのエンジンカバーについてなんですが、ドラマの中では組み立てる最中はなぜか両方にくっついてるんですが、いざ出発という時になるとこちら側だけになるという風になってますね。これはおそらく実物大のセットを作る時に、両方つけちゃったんでしょうけど、実際 CG になった時には、こちらがついてなかったという感じなんですかね。こんな形でキャノピーを開けることが可能になってますので、こちらの方に先ほどのマンドをですね、ジェットパックは外しておいて、足の方を足を前に突き出して、こんな形にしてマンドを操縦席に乗せると。でキャノピーの方を下げると。こんな形でマンドの方をコックピットに乗せて、後ろにはグローブがいるという感じですよね。なかなかよくできてるんじゃないですかね。あとここがトランクになっていて、飛行ユニットを入れておいたりとか、ダークセーバーとナイフの方ですかね、こちらも入れておくことができるみたいですね。これは実機がこうなってるかって言われたらなってないんでしょうけどね。だいたい本体の組み立ての方はこのような感じになっています。こちらの風防の方はですね、一応前後動するようになっています。ただしこの狭い隙間から乗せるのは非常にしんどいんで、さっきみたいにこちらのカバーを開けてですね、出し入れした方がいいんじゃないかなと思いますね。もちろんドラマの中ではここから出入りしてますよ。こんなとこ開きます。ドラマの中じゃ開きませんからね。マニュアルの方はこちらの2色刷りのマニュアルが付属しています。本体の組み立て方法、それから台座の組み立て方法ですね、そういったものが載っています。後ろの方もですね、先ほどのパーツの接続方法ですね、それからコックピットの開閉、ハッチのオープンですね、それからトランクの中に、こういったものが入れられるよといったような図が書
書いてあります。このトランクの中の図を見るとライフルとかも入れられるようになってるみたいですね。残念ながらこっちの R4 の頭とこっちのライフルはこのキットには付属されていません。実際このスターファイターって設定的にちょっと怪しいところがあって、グローグがこっちのコックピットに飛行中映ったりとかですね、あと確か下の方から例のゆりかごみたいなやつですね、あれがスポンって落ちてきたと思うんですけど、どっかに倉庫的なものがあるんですかね。また確か R4 が下からスポンってここに出てきたと思うんですけど、どう考えても R4 を入れるとこないですよね。なんか設定的にはちょっと怪しい機体になってますよね。このキットには2種類の台座が付属しています。これは本体のみを地面に置くようなイメージの台座で、こちらの方に差し込んでこんな感じで台の上に置くようになるんですが、この機体そもそも着陸脚がなくてですね、劇中でもですねこう着陸すると地面の上にこうプカプカ浮いてるような状態になるんですね。それを再現するような台座になっています。もう一つの台座の方は、同じくこの丸いところですね、これをこの本体に挿してですね、こんな感じで本体の下側に台座の方を挿してですね、でこちらの方は角度をつけられるようになってますね。上下左右ですね、好きな角度をつけられるような台座になっています。飛行している状態のポーズをこう自由につけられるというような台座になっています。いろんなポーズが取れてなかなかにいい感じですね。主にマンダロリアンのシーズン3で活躍してきた N1 スターファイターなんですが、マンダロリアン自体ですね、ほぼシーズン3で終わっていて、あとは映画版が出てくるという話になってます。シーズン3は結構ドッグファイトの多いシーズンでしたので、こういった戦闘機タイプのですね機体が活躍する場が多かったんですが、少しこう中型の宇宙船にまた戻らないかなっていうふうに期待はしているんですが、なんとなくボバフェットの宇宙船をもらうんじゃないのかな、それでそれをさらに改造して使っていくんじゃないのかななんていう気もしてるんですけどね。少し改造したボバフェットの宇宙船っていうのも見てみたいですよね。大きさ的にもいいですしね、今後のマンダロリアンの映画にもですね期待していきたいと思っています。ではこちらキットの方の紹介は以上で終わりになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。